こんにちは、マスマックスです。今回はこのシグじゃん、ごめんなさい、間違えました。NG。はい。今回はこのグロック17っていうんですかね、17でいいんですか。ジェン4。これ、もともとただの艶消しブラックで、ザラザラした質感の艶消しブラックでしたけど、そいつを以前にこういう風にフラットダークアース塗装っていうか、ジャングル線想定してのこの色に塗ったんですけど、今回の僕のこの企画、実銃画像に似せて塗装するシリーズ第4弾としてこいつをやっつけます。これもともとこれ譲り受けたものなんですけど、なんていうか本物の実銃、本物っていうか本物もこのフレームの部分がポリマーで、しかもパーティングライン入ってるんですけど、本物もパーティングラインが入っているということで、いじる必要もない。そしてなんとなくいじりようがないっていうか、そんな感じだったんで、一応フレーム塗装して、そしてちょっとスライドの方をちょっとエイジング加工したものなんですけど、こいつをネットで見つけた実銃の画像に似せて塗装します。ガス風呂です。いい音ですね。はい、マガジン。もともとこんな何の変哲もない艶消しブラックも全体がこの一色だったんですけど、マガジンも一応少しエイジング処理してるんですけど、今更ですけど、でももう最初から僕あまりこれに力を入れて塗装してたわけじゃなくて、とりあえずフレームだけ、その当時はフラットダークアース塗装っていうの、そんな感じが好きだったんで、今はあまり好きではありません。色塗り替えます。はい、バラしました。エアコキと比べてガスガンとかモデルガンもそうなんですけど、程度のいいちゃんとしたやつですとディティールがいいんで、エアコキと違ってパーティングラインとか引けとか全然ないんで、下処理するのが何もないんで楽っすね。こいつフレームですけど、実銃もポリマー、プラスチックみたいなもんですか。それなんで、こっちも別にただの艶消しブラックにベタ塗りするだけなんで、塗装としては楽っちゃ楽なんですよね。それとパーティングラインあるんですけど、普通だったらパーティングライン処理するんですけど、本物もパーティングラインが残ってるっていうことなんで、これはこれでそのままでも本物っぽいっていうか、
ていうか、まあ普通のこのなんていうかザラザラの脂肪加工でなかったら、まあ一応パーティングライン処理するんですけど、これ変に処理するとここだけツルツルになって、このザラザラの感じがなくなるんで余計おかしくなるんで、まあこのままでもいいと思います。はいはい、フレーム艶消しブラックに塗ってきました。ちゃちゃっと終わりましたね。やっぱり鉄砲は黒い方がいいと思います。今からこのスライド塗ります。はい、こんな感じで色、今回吹いたのはこいつ、この間買ってきて、確か前回の USB を塗装するつもりでこれ使おうと思って、でちょっとイメージと合わなかったのでやめといたメタルブラックです。それをこのブロックのスライドに吹きました。もうあの時からブロックのスライドにはこいつを使おうと思ってたんですよ。ちょっとネットで見つけたブロックの画像、スライドの色がぴったりだったんで、そういうわけで今日は超簡単です。で言えばなんですけど、これだけだったら多分じゃないですけど、これだけだったらツヤピカになるんですよ。これでこんな風にザラザラ感ある感じの塗装にはならなくて、こいつにフラットベース混ぜて、フラットベースの混ぜ方もすごく量によって全然違ってくるんで、ちょっと難しい部分があるんですけど、うまく混ぜるとこんな風に艶消しっていうか、そんでザラザラ感があるようになるんで、ネットの画像ですから一概に言えないんですけど、その
画像を撮った、本物を扱ってるっていうか、見た人の感想っていうか、感想でもねえし、なんて言ったらいいのか、その人の見解ではザラザラした感じの青っぽい感じだというので、イメージとしてはこんな感じだと思います。はい、バレルですけど、いい質感なんですけど、ブロックにはなんか古臭すぎるような気がします。で、これにクリアブラック吹いて、なんていうか、やります。はい、あっさり、あっさりでもないんですけど、意外と早く終わっちゃったんで、このシグ P226 におまけでついてきたウェポンライト、これ塗ろうと思います。で、このままだとなんかただの艶消しブラックで、よく画像とかで見るともう少し艶のある、そんなに艶ピカな黒ではないんですけど、セミグロスブラックみたいな感じなんで、こんな炭みたいな艶消し、いろいろ製品はあると思うんですけど、イメージはもう少しセミグロスな感じなんで、こいつ塗ります。どうせ P226 やるときに塗ろうと思ってたんで、はい、セミグロスブラックに塗りました。墨入れして、これだけで超かっこよくなりました。
はい、完成しました。我ながら正直な感想、かっこいいです。いや、塗装してよかったです。まさかこんなに化けるとは。雰囲気が。まあ作業工程としては簡単な方です。パーティングラインの処理はしなくてもいいし、引けの処理はしなくてもいいし、下地の金属感出すためのシルバーは塗らなくてもいいし、まあっさり終わりましたけど、この自分で言うのもなんですけど、この色がマジかっこいいです。ネットで見つけた画像にそっくりで、ちょっと新品というわけではなくて使い込んだような感じにしてるんで、あんまりあっさり終わったんで、一応この部品なんていう名前かわからないんですけど、これ一つの部品なんですけど、真ん中の溝になってる部分、ちょっと別パーツみたいに色を変えて、あと前に墨入れしてたんですけど、墨入れしなくてもくっきり見えるんで、こいつウェポンライト塗装しました。で、墨入れして白い文字墨入れして、これだけで結構いい質感になりました。もともとこのシグ P226、こいつに、付属っていうか前の持ち主、これのために買ったやつで、ついでにこいつも付属して売ってもらったんですけど、前はこの P226 と全く同じこの艶消しブラックのこいつもそんな感じだったんですけど、なんかそれはちょっと違うなって、違和感あるなと思いまして、こんな感じにこれだけで質感がだいぶ良くなったと思います。そういうわけでやっとじゃないか、とりあえず自分なりの自分だけの企画ね、実銃の画像に似せて塗装してみようシリーズ第4弾グロック終わりました。てかこれ何製のなんとかっていうの全くわからないんです。わかる人いたらコメントください。譲られたもので確か日本製ではないと思います。ガス風呂です。はい。で一応ここでお知らせしときますけど、要はもともとこのシグ P226 こいつがなんかかっこいいなと思いまして、どうしても
こいつが欲しくなって、購入して塗装しようと思ったんですけど、多分こいつをきっちり塗ってかっこよくなると、多分今まで適当っていうわけではないんですけど、自分なりにあまり納得してなかった今までやったP228 とか、あと USP とか、あとソーコムとか、あとこいつグロックとか、あまり自分で納得できない出来というか、手をつけない、あまりこだわらなかったというか、それが多分比べるともう絶対にほっとけないっていうか、同じレベルに塗りたいと思う風になるんで、もう最初からどうせそういう風になるんだったら、きっちりこいつら片付けてからこの P226 に手をつけたかったんで、こんな企画、自分なりに考えてやりました。はい。こんな感じで、いや、かっこいいです。意外と。はい。それではまた。さようなら。